こんにちは、ずんです。また一つ進化したお掃除ロボットが登場しました。なんだ案件かとお思いの方もいらっしゃるとは思うんですけど、今回の機能は世界初。少しでも家事を楽にしたい方におすすめなロボット掃除機です。ロボット掃除機といえば、最近は自動ゴミ収集に床拭き機能、自動モップ洗浄も当たり前になりつつありますよね。ありがたいことに毎日のように案件メールが届くんですが、ロボット掃除機に関しては今使っている機能で十分満足していたので、ここ2年間は全てお断りしてきました。だけど今回は給排水も全自動なんです。そんなのね、今まで見たことがなかったので、それは使ってみたいと思ったわけです。はい、ということで今回ご紹介するのはスイッチボットお掃除ロボット S10 です。実際に使ってみて個人的に残念だなと思ったポイントも正直にレビューするので、少しでも参考になれば嬉しいです。はい、ではセットアップしていきます。まずこちらが本体。サイズは直径 36.5、高さ 11.5 センチ。第一印象は少し大きめかなと思いました。持った感じもね、ちょっとずっしりしています。その代わり、ゴミ収集ステーションはとってもコンパクト。サイズは幅26、奥行き 20.7、高さ 41.2 センチ。従来のステーションは一般的に紙パックと清水とお水のタンクが入っているので、どうしてもサイズが大きくなりがちでしたが、S10 は世界初のデュアルステーション設計。ゴミ収集と水交換が別々になっているので、こんなにコンパクトで OK なんですね。おかげで圧迫感がなくて、お部屋がちょっとすっきりしました。しかも背面はコードを収納できるようになっているので、無駄に長いコードに悩むこともありません。これはね、分かってるなと思いました。ゴミ収集ステーションの中には紙パックの予備が入っていました。紙パックは当然取り出し時に蓋が閉まる仕組みで、容量は4リットル。毎日掃除しても90日に一度の交換で OK です。はい、そして最大の特徴はこの水交換ステーション。サイズは幅40、奥行き 16.5、高さ10センチ。これを洗濯機に直結すると給水も排水も自動でしてくれるので、従来のように掃除のたびにタンクに水を入れたり、お水タンクを洗う手間が一切なくなります。素晴らしいですよね。ちなみにここは洗剤投入口。専用の洗剤のみ使用することができます。専用洗剤の主な成分は脱イオン水と界面活性剤だそうです。我が家には猫がいるので、床掃除の洗剤はアルカリ電解水か重曹を使っています。残念ですが S10 は水のみで使うことにしました。で、こちらはお水フィルター。余計なゴミが排水に流れないようになっています。さて、洗濯機につなぐとは一体どうすればいいのか。私は機械に疎いので届くまでちょっとうまくできるか不安だったんですけど、丁寧なガイドのおかげで迷うことなく設置することができました。洗濯機だけではなくて上下水管がある場所なら食洗機や洗面所にも設置することができます。ガイドも配管の付属品も様々なケースに対応していました。洗濯機が一番簡単でおすすめということで、私は洗濯機につなぐことにします。で、配管の付属品もこんなに入っているんですが、うちが使うのはこの2つだけでした。ざっとつなぎ方をご説明すると、まず水交換ステーションの給水ホースをつなげて、パッキンをセット。それを洗濯機の給水口に取り付けます。なんか洗面所が狭くて腕の動画みたいになっちゃいましたけど、洗濯機のホースを外すときは水栓を閉めるのを忘れなく。はい、こんな感じで取り付けました。要は洗濯機の給水を分岐するわけですね。そしてうちの排水トラップは防水パン用なんですが、排水ホースのジョイントが入らないケースだったので、カットして差し込むだけで OK でした。排水の勢いでホースが外れてしまわないように同梱の配管クリップで固定します。
で、設置してみたら排水ホースがちょっと長すぎるかなと思ったので、さらに短くカットしてセットしました。この給排水のホースがごちゃついたら困るなと思っていたんですが、全く目立つことなく設置することができて安心しました。しかも水交換ステーションはコンセントが不要なんです。コードの煩わしさもなく好きな場所に置けるっていうのは嬉しいポイントですよね。どうしても水道につなげられないという場合には、水交換ステーションに外付けする水タンクもあります。ちなみに給排水の際はほんの数滴水がこぼれるので、床をカバーする透明のシートも付属していました。これ裏面に粘着シールみたいなのがついてたんですけど、床に直接貼るのはなぁと思って貼らずに使ったら、やっぱりずれました。貼るのもずれるのも困るので、私はマステで貼っておくことにしました。参考までに。はい、では本体の中に入っているものをご紹介していきます。まずはダストボックス。蓋にメンテナンス用のブラシが格納されています。で、カバーを開けると中にフィルター。フィルター交換の目安は3ヶ月から6ヶ月に一度だそうです。で、ひっくり返すと、中央にメインブラシ。で、ブラシはゴム製で毛などが絡まりにくくなっています。今まではね、猫の毛がブラシにめっちゃ絡まってたんですが、これ使ってみたら本当に絡まっていなくって感動しました。で、こちらにはローラーモップ。ローラーモップは柔らかなマイクロファイバー製で、なんと 1kg の加圧をかけながら1分間に300回回転するんだそうです。そして掃除中の汚水を切るためにローラーモップの横には水切りワイパーがついています。汚水タンクはこちら。あと本体の中には清水ボックスも入っていて、常にモップを洗浄しながら掃除するシステム。確かに今まで汚れとモップのまま拭き続けたら汚れを広げちゃうだけなんじゃないかなっていう不安もありましたよね。本当にね、リアルタイムで洗浄してくれるのか、後でちょっと実験してみるので、こうご期待。はい。では、サイドブラシを本体に装着して、本体と水交換ステーションのスイッチをオンにします。第一印象で本体が大きく感じたとお伝えしましたが、これだけの機能が入っていれば当然ですね。はい、次にアプリをダウンロードして Wi-Fi に接続します。ネットワーク接続が完了しました。で、まずは部屋全体をマッピング。みるみる部屋の形が表示されていきます。もはや説明するまでもないですが、アプリではお掃除モードの切り替え、スケジュール設定、お休みモード、マップ管理、禁止エリア設定、音声と音量などなどいろんな設定ができます。初期設定だと音量がね結構大きめなので、まずは好みのボリュームに調整することと、あと洗剤の自動投入はデフォルトでオンなので、洗剤を使わない場合はオフにすることをお勧めします。はい、10分ぐらいでマップの作成が完了しました。あとは水交換ステーションをマークしたら準備は完了。余談ですが、スイッチボットといえばスマートホームデバイスで有名ですよね。スイッチボットのハブ2を使えば、ロボット掃除機はもちろん、照明やエアコン、テレビなどなど、ありとあらゆるお家の家電をリモート操作できます。スマートフォームの新規格、マターにも対応しています。うちはもともとエコーショーを持っていたので、S10 を音声操作できるように設定してみました。アレクサ、掃除して。スマホアプリで操作できれば十分と思っていたんですけど、声をかけるだけで掃除してくれるっていうのは本当思っていたよりも何倍も便利でした。はい、ということで掃除がスタート。まずは水交換ステーションに直行です。給水している音がしますね。
動画では音量を調整しているんですけど、少し音が大きめかなと感じました。で、当然ですが、まずアウトラインを掃除して、その後中を塗りつぶすように効率的に掃除をしてくれます。で、障害物の避け方はこんな感じ。本体の前方には AI カメラが搭載されていて、人のように判断して障害物を避けるんだそうです。掃除が終わったマップにはスリッパとかコードとか障害物をお知らせするマークが表示されていました。フォームウェアのアップデートでアルゴリズムも進化、今後回避能力もどんどんアップするそうです。暗いところでは自動でライトが点灯して障害物を回避します。段差の乗り越えは2センチまで OK。そしてうちの場合はですね、初期設定のまま使ったらなぜかカーペットを避けて掃除していたんですよね。2センチ以上の段差はないのにおかしいなと思っていたら、カーペットに適用ボタンがオフになっていました。正しく設定したら無事カーペットも掃除してくれました。そしてカーペットを検知すると自動で水拭きが停止、ローラーモップが持ち上がって本体に収納されるので、カーペットが濡れてしまうという心配はありません。ただ、毛足の長いカーペットは NG だそうで、禁止エリアに設定してくださいと書いてありました。うちのラグは毛足2センチぐらいなんですけど、ギリ OK な感じで少し動きが鈍くなりました。吸引力は最高で6500パスカル。お休みモードからマックスまで4段階に設定ができます。作動音は62から69デシベルということですが、吸引している音の他にモップが回転する音はずっとしているので、あくまで私個人の感想ではありますが、少し音が大きく感じるかなっていうのが残念なポイントでした。どうしても静かに掃除したいという時は、水拭きをオフにするといいかもしれません。ちなみにマックスの6500パスカルで水拭きありで掃除した時の音はこんな感じです。どうですかね。普通の掃除機と同じぐらいですかね。はい、では本当に常に綺麗なモップで掃除してくれるのか、床にケチャップを塗って実験してみようと思います。ケチャップを拭き終わったところで強制的にストップしました。そしてすかさずモップをチェック。ほんとケチャップどこ行ったっていうぐらい綺麗になっていました。念のためにブラシも見てみたんですが、ブラシにもケチャップは見当たりません。薄く伸ばしたから量は少なめですが、従来のロボット掃除機だときっとケチャップがついたまましばらく拭き続けますよね。で、お水ボックスの中にはうっすら赤いお水が溜まっていました。多少音が大きくても綺麗にしてくれた方がいいに決まっています。うるさいなんて言って申し訳なかった。念のために掃除が終わった後、もう一度ケチャップを塗ったところを拭いてみたんですが、お掃除シートもこの通り、汚れは一切ついてきませんでした。そして掃除を終えると再び水交換ステーションへ。水拭きの時の10倍の水量でモップを逆回転させながらディープクリーニングするらしいです。しっかり洗うのでちょっと音は大きめだけど、それだけ綺麗にしてくれてると思えば仕方がないなと思いました。はい、そしてモップの洗浄が完了したら次はゴミ収集ステーションに戻ります。そして今度は自動でゴミ収集。ゴミ収集は爆音と相場が決まっていますが、決してね、小さい音ではないんですけど、今まで使っていたロボット掃除機よりは控えめでした。そしてさらにモップ乾燥までしてくれます。しかも50度の熱風で嫌な生乾き臭やカビの繁殖まで抑えてくれるなんて本当に至れり尽くせりです。乾燥時間はデフォルトだと4時間ですが、お好みで変更も可能です。4時間後、乾き具合をチェックしてみました。本当にしっかり乾いていました。
嫌な匂いも一切ありません。これは助かります。お水ボックスやダストボックスも当然きれいに空でした。掃除してというだけで、清掃、給水、水拭き、排水、ゴミ収集、モップ洗浄にモップ乾燥までしてくれるので、普段の床掃除に関してはほんとやることゼロ。もちろん S 店自体のメンテナンスは必要ですが、メンテナンスのタイミングは最短で2週間。パーツによっては1ヶ月から数ヶ月に一度で OK です。アプリを見れば残り時間や洗い方も書いてあります。残念ポイントもね、多少はありましたけど、私個人的には間違いなく過去一楽なお掃除ロボットでした。商品の詳細は概要欄に記載しておきます。気になる方はぜひチェックしてみてください。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでも参考になりましたらチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。